こんにちは、村雲です。今回の動画は、スープラ関連の DIY 動画となっています。DIY の内容としては、画像で示しているスープラのミラーカバーを社外品に交換するといったものになっています。2年目のレビューの動画でお伝えしましたが、RZ グレードのミラーカバーは、艶消しのブラックとなっており、レーシーではあるのですが、A ピラの艶ありのブラックと色合いが合っていないように感じていたため、今回の DIY で艶ありブラックのものと交換しましたので、その際の様子をお届けします。それではご覧ください。交換用の部品としては、当初 SZR 用の艶ありのブラックのミラーカバーを購入予定でしたが、値段が3万円近くすることと、調査不足の可能性はありますが、未塗装状態でしか販売されていなさそうでしたので、断念しました。最終的に画像の中華製の艶ありブラック品を購入することとしました。ただ、ご覧の通り、その他の部品メーカーの商品が軒並み1万円を超えている中、この値段でしたので、製品の成形状態としては問題ありませんでしたが、塗装のムラなどが良くなかったので、ドアパネルのブラック化の際に塗装をお願いした腹付きボディさんに再度塗装のお願いをし、ブラックでの塗り出しを実施しました。結果としてトータルで1万2000円の出費となりましたが、純正品への交換よりも安く収めることができましたので、良しとします。参考までに Amazon のリンクを概要欄に貼っておきますが、その点だけご留意ください。それでは、ミラーカバーの交換作業を実施していきます。このミラーカバーの交換には、特に工具などは必要なく、純粋な握力のみで作業を完結することができます。まずは動画の通り、ミラーとドアミラーの本体との間に指を差し込み、ミラーを引き剥がす方向に力を加えていきます。ミラーは押し込んだりするとペコペコ動きますので、力の加え方のコツとしては、左下もしくは右上を押し込むことで逆側に指を入れるスペースができますので、そこに指を突っ込み、引き剥がす方向に力を加えることでミラーを外すことができます。ミラーにはブラインドスポットモニター用の配線がつながっているため、勢い余って飛んでいくことはないため、それなりに力を加えても問題ありません。ただ、指先結構痛くなるので、作業手袋くらいはつけていた方がいいかもです。私は横着を発揮して素手でミラーを触ってしまっていますが、この後洗車しましたので、ご容赦ください。ようやくミラー外れましたね。この画像がミラーが外れた内側の状態を示しており、四角で囲われている3箇所の爪によってミラーカバーは本体に固定されていますので、そのロックをまずは外す必要があります。外し方としては、まず爪が閉じないようにストッパーの役割を果たしている部分を持ち上げ、爪を閉じられるようにする必要があります。この作業においても技術というよりも握力を求められました。左側が爪が開いた状態であり、右側が作業後の爪が閉じた状態となっています。爪が閉じないようロックとなっている部分を避けることで、爪が閉じられるようになっているのがお分かりになるかと思います。この作業を3つの爪すべてに実施する必要があります。ロックを外して3箇所の爪が閉じた状態となれば、あとは押し込むことによってミラーカバーは外れますので、動画内ではその作業を実施中となっています。一番難しかったのは真ん中の爪を閉じることであり、手元が見えづらいこととミラーのユニットが邪魔となり、作業性があまり良くなかったですね。動画では分かりづらいですが、3つの爪が全て外れてカバーが浮いてきましたので、カバーと本体の間に指を入れることでカバーが外れました。こちら、純正品のミラーカバーの内側となっています。3箇所の爪と下側に爪ではありませんが、位置合わせ用と思われる樹脂のパーツがあることがお分かりになるかと思います。ミラーカバーを外す際に斜め上に力を加えるなどすると、下側にある樹脂パーツが割れる恐れがありますので、注意が必要です。ちなみに、こちらがミラーの本体側となります。電動の位置調整の機構などが入っているため、かなり複雑な構造となっており、隠れ DMW を見つけることもできます。それでは、社外品を取り付けていきます。今度は別角度からお届けします。取り付けの際に注意することとしては、3箇所の爪の位置と下半分の樹脂パーツの位置を意識して位置合わせを行い、まっすぐに力を加えることにあります。取り付けの際には、細かな作業を実施するための握力などは必要ありませんでした。中途半端にはまって、後ほど浮いてくるという事態は避けたいので、しっかり爪がはまっていることを確認しながらの作業となります。
かりはまった手応えが得られましたので、取り付け完了となります。こちらが社外品の取り付け後の内側の様子となっており、3箇所の爪がはまって、さらに広がり、ロックがかかっていることが確認できますので、問題なく取り付けできたと言えます。この後、ミラーを元に戻します。ミラーに関しては、爪などなく、はまっているだけの状態でしたので、押し込むことで固定することができます。これで復元作業も完了となります。こちら、完成状態。まずは正面からとなります。BMW の M 社風のミラーの形状を模したものとなっており、形状に関しても純正品よりもよりレーシーな雰囲気となっていることが伝わるかなと思います。こちらはミラー周辺となります。艶ありのミラーカバーを取り付けることで、冒頭に述べた A ピラーの艶ありブラックとの由来があったことで、より調和が取れた見た目になったように感じます。艶消しカラーによる武骨なレーシーさも良かったのですが、私は今の状態の艶ありの高級感の方が好みですね。続いて、サイドからミラーといた状態となります。私のスープラの場合、ミラーと A ピラーに加えて、過去動画で紹介したように、ドアパネルに関してもブラック化していることで、ミラーをブラック化した効果がより出ているように感じます。今回の作業によって、ボディの上半分のブラックパーツを全て艶ありにできたので、統一感を出すことができ、非常に満足しています。あと、もう少し手を加えたい部分としては、このウィンドウの樹脂モールの部分となります。この部分にも手を加えて高級感を出したと考えています。カーボンで成形されたカバーが発売されていることは存じ上げているのですが、統一感を持たせるなら、ピアノブラックにしたいと考えており、どなたかいいパーツをご存知の方おられましたら、教えていただきたいです。まとめです。今回の作業に関しては、特別な工具も必要なく、動画でご覧いただいたように、比較的短時間で終わる作業ですので、DIY 作業初心者の方にもおすすめの内容となっており、気軽にスープラの見た目を変えることができます。私は艶ありのパーツに交換しましたが、純正品への交換はもちろん、カーボンパーツなどへの交換の際も、作業点自体は変わりませんので、類似作業を実施しようと考えている方の参考となれば幸いです。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも、新型車の情報や、愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。